それでは今回はこちらのワンハンドルバッグを編んでみようと思います。まずこちらですね、ちょっとサイズの方を測ってみます。幅がだいたい25センチぐらい、深さの方はだいたい18センチぐらいになっています。で、こちらですね、こちら持ち手の部分を筒状に編んで仕上げています。あと中はもうオープンにしていますので、出し入れもしやすいと思います。それに、これはセリアさんで購入したパーツなんですが、こちらのパーツを使って仕上げてみました。ここは細編みで、上の方は長編みをクロス編みで編んでいます。持ち手の方も細編みで編んでいます。編み方はそこまで難しくないので、比較的簡単に短時間で仕上がると思います。それでは材料はこちらになります。今回使用した糸は、ダイソーさんで購入したこのリサイクルコットン極太の方を使用しました。使用かぎ針は7号で編みました。こちらを5玉ほどあれば全部出来上がると思いますので、詳しい材料の方は概要欄に載せておきますので、そちらをご覧ください。それ以外に用意するのは、糸切りばさみ、とじ針、あと目印のマーカーですね。それと今回はこういったセリアさんで購入したこういったパーツの方も使ってみようと思ったので、こちらの方をつけるためのボンドも用意しました。それでは編んでいきます。まず糸端の15センチぐらいのところで小さな輪を作ります。で、針を右手に持ったら、この輪の手前から針を入れて、奥の糸を引き抜きます。あとはもう自然に針に糸がかかったので、今度は長い方の糸を小指から人差し指にかけて、ここからまず鎖編みを編んでいきます。鎖編みの編み方は、針に糸をかけたら、糸を引き抜きます。これで今鎖編みが一目編めました。ここですね。ここに鎖編みが一目編んでいます。まずここの一番目の目印として、ここにちょっとマーカーをつけておきます。では続いて同じく鎖編みを2、3、4、5。今これで5目編めました。ここから合計26目になるように編んでいきます。これで鎖編みが26目編めました。ここで26番目のところにもマーカーをつけておきます。ではここから、今度はここにまた細編みを編んでいきます。まず立ち上がりの鎖を一つ編んで、今ここのマーカーをつけているところ、ここですね。ここに針を入れて、細編みを一回編みます。ここで、ちょっとスタートの立ち上がりの目になるので、ここにもマーカーをつけておきます。では続いて、ここのマーカーをつけているところの隣ですね。今、細編みを編んだところの隣にも、細編みを編んでいきます。で、同じく、隣の鎖編みと、隣と細編みを編んでいきます。このような形ですね。鎖編み一つに細編みを一つ編んでいきます。なので、こちら側は細編みが26目になります。まず26目まで編んでいきます。
それで今25目編んだので、隣のスタートの目のところですね。ここに細編みを編んだら、ここで26目になります。一応ここですね、1段26目あるか念のため数えておいてください。では続いて今度は、こっち側の方にまた編んでいきます。反対の方にですね。まず今マーカーをつけたところに、今度はもうあと2回細編みをこの輪の中に編んでいきます。端の方には合計3目入ることになります。1回、じゃないですね。このマーカーのところですね。このマーカーのところに、1回、2回。これで、このマーカーをつけたところに合計3つの細編みが入っています。ここで3つの細編みの真ん中ですね。ここの、1、2、3細編みを編んでいる、この真ん中のところに目印をつけておきます。では、これで今度反対側の方に来たので、ここからまた細編みを編んでいきます。で、次は隣のスペースですね。ここにちょっと隙間があるので、ここに編んでいきます。で、あと隣のスペース。あとはもう手前の方に編んでいる細編みの反対側に編んでいくという感じでいいかと思います。では端まで来たので、ここをもう一つ編めますね。黄色いところが最後の鎖編みの目印なので、このマーカーのところに、また細編みを編みますが、ここには2回細編みを編んでいきます。端になるので2回細編みを編んで、ここで増し目をしています。1回、2回ですね。2回編んだら、ここはスタートの目になるので、ここに引き抜き編みで、一気に引き抜いて、ここでちょっとつないでいきます。で、今ここが鎖編み26目で編んだので、こちら側に26、こちら側にも26。で、ここで一つ目を増やしているので、増し目をしているので、1と1増し目で2目合計増えています。なので、この段は1周54目になっています。念のため、ここから数えておいてください。ここがスタートの目で1番目ですね。2、4、5の葉のと、54。54目あれば大丈夫です。で、これで1段目が出来上がりました。続いて2段目を編んでいきます。まず次の2段目の増し目は、この最後の鎖編みで編んだところに3つの細編みが入っています。その3つの細編みのところには、2つの細編みを編んで増し目の方をしていきます。細編み1つに細編みを2つ編んで増し目をしていきます。まず鎖編み1つで立ち上がったら、このスタートの目のところに針を入れて、細編みを1回、2回編んでいきます。同じ場所に今細編みが2つ入りました。で、ここもスタートの目にマーカーをつけておきます。で、続いて今度は増し目をせずに、
隣の細編み、隣の細編みと増し目をせずに、1個ずつ編んでいきます。それで、この先ずっと同じ共通なんですけど、増し目をするのは両端の方で増し目をするので、増し目をしないところの細編みは、毎回必ず24目になります。24目増し目をせずに編んでいきます。まずここで細編み2つで増し目をしているので、その隣の細編みから1、2、3、4と数えて24番目まで編んでいきます。続いて細編みを1、2、3で前の段で編んでいます。これがちょうど真ん中の細編みになりますね。で、隣に2目、2目、2目、2回編みながら増し目をしていきます。隣に2目ですね。1、2。で、隣のマーカーは外して、この細編みにも2目編んでいきます。で続いて、隣の細編みにも2目編んでいきます。で、ここで、端の方に1、2、3、4、5、6、6個細編みが入りました。なので、真ん中の1、2、3番目の後ろのところにちょっとマーカーをつけておきます。4番目の細編みですね。4番目の細編みの頭に合図、中心という印をつけておきます。ここ。1、2、3番目の後の4番目の細編みの頭に今つけました。では続いて隣の細編みからは24目増し目をせずに編んでいきます。ではこれで細編み24番目まで編めました。次からはまた増し目をしていきます。隣の細編みに2目、隣の細編みにも2目。ここはつなぎの目なので、ここには編まないようにしてください。で、ここに細編み2目で増し目をしているので、合計端に6個の細編みが入ることになります。ここで2目、同じ場所に細編みを編んで、2目、増し目をしました。続いて、隣の目にも、細編みを編んでいきます。で、ここはつなぎ目なので、ここはそのまま何もせずに、このマーカーをつけているところですね。ここに引き抜きをして、これで2段目が編めました。3段目を編んでいきます。3段目は、まず編み始めのところは、ここがもうすでに2目、ここで2目増し目をしています。この増し目の右側には細編みを1つ、隣の細編みに細編みを2つ、ここからは細編みを24目編んでいきます。まず立ち上がりの鎖編みを1回編んで、今針を入れたところここですね。ここに細編みを1つ編みます。ここにマーカーをつけておきます。では続いて隣の細編みに細編みを2つ編んで増し目をします。で、ここからは細編みを増し目をせずに24目編んでいきます。
これで細編みが24目編めました。続いて反対側の角のところですね。まずここの細編み2つ編んでるところの右側に細編みを2つ、細編み1つ、ここも細編み1つで編みます。ここはちょうど中心になる部分なので、ここは細編みを2つ編んでいきます。それからここは前の段で編んでる細編み2つですね。ここの右側には細編み1つ、細編み2つ編んでいきます。このように増し目をして編んでいきます。まず細編み2つ。続いて細編み1つ。で、その隣にも細編み1つ。で、ここの中心のところには細編みを2つ編みます。で、続いて隣の細編みに細編み1つ。隣に細編み2つ。ここで、この角のところには3つの増し目ができています。ここでちょっと中心になるところですね。この中心の細編みの右側の方にマーカーをつけておきます。ここが反対側ですという中心ですね。では今度はここからまた増し目をせずに細編みを24目編んでいきます。ではここで細編みが24目編めました。ここからスタートの目までの増し目の仕方は、まずここの細編み2目で編んでいるところの右側に細編みを2つ、細編み1つ、1つ、ここに細編みを2つ編んでつないでいきます。まず細編みを2つ編みます。で、細編み1つ。次も細編み1つ。で、次は細編みを2つ編みます。で、ここはつなぎ目なので何も編まずに、そのままこのマーカーのところにつないでいきます。これで3段が編めました。これで見てもらうとわかるように、ここまで24目で増し目をせずに編んでいます。その隣のところで増し目をして、この中心で増し目をして、反対側も同じく24目のところの隣で増し目をしてというように、この増し目の仕方は真ん中、左右、それぞれで増し目をして3目ずつ増やしていきます。これで3段目は66目になります。では続いて4段目です。鎖編みで立ち上がったら、次にここの細編みに細編みを1つ編んでいきます。で細編みの頭にマーカーをつけておきます。ではここの増し目の仕方は、まずここに今細編み1つ編みました。次は隣に細編み1つ。で、こちらは細編みを2つ編んでいきます。
で、ここからは細編みを増し目をせずに24目編んでいきます。では、細編み24目編めました。続いて、このように増し目をしていきます。で、ここの中心の細編みのところにマーカーをつけておきます。では、ここからまた増し目をせずに24目細編みを編んでいきます。続いて、増し目のする場所は、ここに2目。隣に1目、1目、1目、1目。ここに細編みを2つ編んで、ここの段は増し目をします。では、まず増し目を2つ編みます。まず、細編みを2つ編みます。続いて、隣の細編みには細編み1つ。で、ここの細編みの頭に細編みを2つ。最後のところですね。最後に細編みを2つ編みます。ここで、マーカーのところにつないでいきます。それで、ここの段なんですが、この段は最終全部で72目になっています。もし目の数が不安であれば、一度72目あるか確認してみてください。では続いて5段目を編んでいきます。5段目も鎖編み1つで立ち上がって、1番目の細編みに細編みを編みます。ここにマーカーをつけておきます。では続いて、増し目をするのは、ここの細編みのところの左側なので、ここまで細編みを1つずつ編んでいきます。では、ここから細編みを24目編んでいきます。それでは24目編めました。続いて、隣に細編み2つ。細編み1つ、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 1つ。ここの中心に細編み2つ。あとは最後、ここの細編みの左側の方に細編みを2つ編んで、増し目をしていきます。
まず細編みを2つ編みます。ここからは細編み1つ編んでいきます。では、ここの中心に細編みを2つ編みます。ここから細編みを1つ編んでいきます。最後は細編みを2つ編みます。この細編み2つで編んでいるところの左側の方にマーカーをつけておきます。では、ここからまた細編みを24目編んでいきます。では、24目編めました。続いて増し目をするのは、ここの細編みと、ここの細編みですね。ここで増し目をしていきます。最後は細編みを2つ編んで、またスタートの目につないでいきます。これで5段目78目編めました。では続いて最後ですね。最後の増し目になります。最後6段目を編んでいきます。ではもう同じようにマーカーをつけて、ここから、まずここの24目のところの隣の細編みに増し目をしていきます。ここで増し目をしました。ここからは細編みを24目編んでいきます。ではここで細編み24目編めました。続いて増し目をするのは、この細編み、この中心、最後のところですね。ここで増し目をしていきます。では、ここから細編みを24目編んでいきます。では、ここで24目編めました。続いて増し目をするのは、こことここですね。では、まずここに細編みを2つ編んで、ここからは細編みを1つ編んでいきます。では、これで6段目がぐるっと1周84目になっています。では、ここから、次は、もう増し目をせずにこのまま編んでいきます。もう編み方は同じ細編みで編んでいきます。鎖編みで立ち上がったら、細編みを編んで、マーカーをつけておきます。
は最後まで編めました。ここからスタートの目につないでいきます。これでぐるっと一周増し目をせずに編めました。ここで今、1段目から1、2、3、4、5、6、7段目まで編めました。合計14段まで編んでいきますので、この後7段増し目をせずに編んでいきます。それでは細編み14段編めたので、ここから模様編みの方を編んでいきます。まず長編みを編みますが、先に立ち上がりの鎖編みを3目編みます。1、2、3。これで立ち上がりの鎖編みが編めました。これを長編み1目とカウントします。今ここのつなぎ目のところに針を入れて編んだので、この細編みに長編みを、この鎖編み3つの長編みですね。鎖編み3つを編みました。続いて、長編みを編むのは、ここで今編んだので、1個手前のこの細編み、ここに長編みを編んでいきます。長編みの編み方は、針に糸をかけて、細編みの頭に針を入れます。ここに糸が2本かかっています。ここから糸を引き抜いて、今針に3本の糸がかかっています。針に糸をかけたら、左側2本を引き抜きます。で今ここに針に糸が2本かかっています。今度はこれを針に糸をかけたら、一気に引き抜きます。これでこちら側ですね。ここに長編みが1目編めました。今長編みを編んだところの頭、ここに目印のマーカーをつけておきます。ここですね。長編みの頭にマーカーをつけました。では続いてここから長編みを交差しながら編んでいきます。それで次に針を入れる場所ですが、今ここに最初立ち上がりの鎖編みを編んだので、一つ飛ばして2番目のところの細編みに長編みを編んでいきます。まず針に糸をかけて、1、2、2番目ですね。ここに長編みを編んでいきます。で続いて長編みを編むのは、今ここに長編みを編んだんですが、その手前1個戻ったところの細編みの頭に長編みを編んでいきます。これで長編みが交差されて編んでいます。もう一度編んでいきます。まず1目飛ばして2番目ですね。ここに長編みを編んでいきます。で次は一つ戻って、こちらの方ですね。ここにまた同じく長編みを編みます。で、同じように一つ飛ばして2番目。で、今度は一つ戻ったところに長編み。このように長編みを交差しながらぐるっと一周編んでいきます。では、スタートの目まで来ました。
こでつなぐのは、今ここのマーカーは長編みの頭の方に2回目で編んだ長編みの頭にマーカーをつけています。こちらの方に針を通してつないでいきます。先にマーカーは外しておきます。では、ここですね。ここに、今長編みの頭にマーカーをつけていたので、ここに針を通して、今度は糸をもう一気に引き抜きます。これで1段目がぐるっと一周つながりました。続いて2段目の模様編みも、今ここで交差をしたところに、また同じ場所に交差をして、1、2、3、4、5、6、7、7段編んでいきます。で、同じく鎖編みの鎖編みで1、2、3、鎖編み3目で立ち上がりを作りました。で、次に長編みを編む場所ですが、ここの最初のところだけちょっと特殊な場所に編むんですが、ですね。まず、長編みなので針に糸をかけたら、今度はここにちょっと針を通して編んでいこうと思います。このままですね、この三角のところにもうそのままぐっと針を入れて、ここに長編みを編んでいきます。で、今長編みを編んだところの頭に、ここですね、ここにマーカーをつけておきます。では、ここからまた同じように編んでいきます。最初に編む場所は、ここですね。こっちの左クロスしてるところの左側の頭に長編みを編みます。で、次長編みを編むのは、今度は右側のクロスしてるところですね。右側の長編みの頭に編んでいきます。ここはちょうどここの輪に小さな輪になっているので、ここの部分に針を入れていきます。さっきのスタートのところはこの三角のところに編んだんですが、ここからはこの長編みの頭のところの小さなスペースの方に針を入れて編んでいきます。このような感じですね。で、また同じように2番目の長編みに長編みを編みます。で、次は1個前の長編みの頭に針を入れていきます。このような感じでぐるっと一周編んでいきます。それで、ここに綺麗に長編みの糸が2本重なっているんですが、ちょっと場所によってはちょっとぐるっと重なっているところがあるので、少しだけ針を入れて、ちょっとこの奥の方に入っている糸を引き出します。そしたら綺麗に2本のラインが出てきますので、もしかしたら綺麗にちょっと目が出ないところはこのように調整してもらったら、綺麗に編み目の方が見えてきて、綺麗な模様ができてくると思います。でこの要領でぐるっと一周編んで、これを今から7段まで編んでいきます。それでは、ここで糸が少なくなってきたので、
新しい糸に変えていきます。新しい糸を用意したら、まず途中まで長編みを編みます。ここまで編んだら、続いてこちらの新しい糸を針にかけて、左側2本を引き抜きます。で、そのまま新しい糸で長編みを編んでいきます。で、この時ですね、後ろ側に前の糸と新しい糸の端が来ています。こちらですね。これは後で糸始末をしていきますので、このまま編み続けていきます。あとはそのまままた長編みを編み続けていきます。それではここまで7段編めました。続いて針を入れる場所は、この立ち上がりの鎖編みの1、2、3、3番目ですね。そこに針を入れます。今まではここに入れていましたが、今度はもう最後なので、ここの鎖編み3番目に針を入れていきます。で、ここに引き抜きをします。今度はここから1段だけ細編みを編んでいきます。まず鎖編み1つで立ち上がって、今繋いだところの針を入れたところですね。ここの鎖編み3番目のところに針を入れて、ここに細編みを1つ編みます。ここで細編みが1つ編めました。続いて隣の長編みの頭に細編みを1つ。で、続いて同じく隣の長編みの頭に細編みですね。あとは前の段で編んだ長編みの頭に細編みをぐるっと一周編んでいきます。それではスタートの目まで来ました。今度はここで糸端を20センチぐらいのところでカットしておきます。で、このまま糸を引っ張って、続いて閉じ針の方を用意します。まずこの閉じ針に糸を通しておきます。ちょっと糸が割れたりするんですけど、入りにくいときはもう一つ大きい閉じ針を用意して、ちょっとそちらを使ってみてください。ではここで、今マーカーをつけたところにつないでいきます。今マーカーをつけたところは、ここのスタートの細編みの頭ですね。ここの手前から針を通して、針の上に2本糸がかかっています。ここから針を出して、今度は今ここから糸は出したんですが、ここに上から針を入れて、奥の方に、奥の2本の糸の下に針を通していきます。ここでちょっと大きさを調整して、目が揃ったら、今度はここの裏側の方でこの糸始末をしていきます。まず数箇所ですね、針を通して、ちょっとジグザグになるように通していきます。
ではちょっとここで糸端をもうカットしておきます。ちょっと糸が少し割れてしまったので、もうここも糸を切っておきます。で、表にですね、縫い目の方が出ないように。で、あとは残りの糸も同じようにすべて糸始末をしていきます。では、ここまで編めたので、今度は持ち手をつける場所を決めていきます。持ち手は、この端のところに、合計12名の細編みを編んだものをつないで、筒状に編んでいます。こちら側から編んで、こっちの方につないでいこうと思います。では、まず両端を決めていきます。もうこのまま平置きにして、端の方にマーカーをつけておきます。で、このような形ですね。では、ここから左の方から編んでいこうと思います。まず、細編みを12目で編んでいるので、この中心から右側に6目、左側に6目の端を見つけていきます。まず、ここが中心なので、隣の細編みから1、2、3、4、5、6、6番目にちょっとマーカーをつけておきます。では今度は、ここからここを1番と数えますね。ここから1、2、3。ここですね。ちょっとここはつなぎ目に来てるので、もうつなぎ目はカウントしませんので、細編みだけでカウントしていきます。1、2、ここですね。3、4、5、6、6番目。ここにマーカーをつけます。では、中心は外しておきます。では、ここから右から左まで12目。12目になっているので、もう一度数えておきます。から、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12ですね。12目を細編みを編みながらつないでいきます。まず、スタートの目に新しい糸をつけます。ここに新しい糸を通したら、ここに1回結んでおきます。では、ここからスタートしていきます。スタートのところから針を入れて、糸を引き抜きます。で、鎖編み一つで立ち上がって、今、スタートの目のところに針を入れて、もう一度針を入れて、細編みを一回編みます。ここがスタートの目なので、ここにマーカーをしておきます。では、ここから隣に細編みですね。今一つ、二つ編んだので、12目まで編んでいきます。で、8目編んだところの、ここはもうつなぎ目なので編まないでください。わからないときは、ここを見たらいいと思います。ここに対してここの目に対してここですね。続いてここの目に対してここなので、ここが飛んでるっていうことがわかるかと思います。
れで細編みが2、4、どの葉のと12、12目編めました。ここのマーカーは外しておきます。では、ここから今度は、ここにこのようにつないでいきます。まず生地をひっくり返して、今度はこちら側にですね、ちょっと向きを変えていきます。そしたら、ここにつないでいくので、マーカーは外しておきます。ちょっと編みにくいんですけど、向きを上手に変えながら編んでいってください。で、あとここはですね、しっかりくっつけておいてください。ここに隙間ができると、綺麗に編めないので、上から見て綺麗に、ここが繋がっていることを確認して、まず、引き抜き編みで繋いでいきます。そうですね。このような感じになっていきます。では、ここからまず鎖編み一つで立ち上がって、同じところに細編みを一つ編んでいきます。で、マーカーをつけておきます。では今、細編みが一つ編めたので、残り11目編んでいきます。前の段の細編みに細編みを編んでいったら大丈夫です。向きを変えながらですね、編んでいきます。これで12目編めました。続いてスタートのところにつないでいきます。ここでも糸をしっかり引っ張って引き抜き編みをしていきます。今このようにですね、筒状になっているのがわかるかと思います。このままずっとこの編み方で長く編んでいきます。最初は編みにくいですが、徐々に編み地が増えていくごとに少しずつ編みやすくなるかと思います。これで3段編めました。続いてスタートの目につないでいきます。それでは同じ要領で持ち手の方を編み続けていきます。一応細編みが42から45段ぐらいまで編んでみようと思っています。それではここまで編めました。まず長さの方を測ってみます。ここで約28センチほどになっています。これで細編みを45段まで編んでいます。長さの方はそれぞれお好みの長さに合わせて編み続けていってください。だいたいこのくらいになります。
もう腕にかけるぐらいだったらこのくらいでも十分かと思います。もう少し長くして肩にかけたいという方はもう少し長く編んでもいいのかなと思います。それではここから持ち手を本体につけていきます。まずここで本体につけていますが、とじ針を使ってつけていきます。それではまず糸始末をしていきます。ここはもう最後、引き抜きまでしています。ここからこの糸を使って閉じていきますので、だいたいそうですね、糸の長さが10センチ、20センチ、30センチぐらいあれば大丈夫かと思いますので、もう少しで40センチぐらいですね。40センチぐらいのところで少し長めにカットしておきます。で、あとはもうこの糸を引っ張って、ではここから持ち手のつける場所を決めていきます。それでは、今、ちょっとここを整えて、ここからぐっと反対の方につけていきます。では、ここにマーカーをつけておきます。一度ここで調整しておきます。そうですね。だいたいこのくらいで大丈夫かと思います。では、ここから最初6目、こちら側6目なので、ここを1とカウントして、1、2、3、4、5、6、6番目。ここにマーカーをつけます。で、反対の方も、ここが1ですね。1、2、3、4、5、6、6番目。ここにマーカーをつけておきます。それでは今、ここに糸が来てるので、まず、とじ針に糸を通しておきます。では、ここから、ここの赤いところのマーカーから、1、2、3番目にこの糸が来ているので、ここも同じく、1、2、3番目。ここにまず針を通していきます。鎖、細編みの頭の上の方から針を通して、ここは、この下ですね。この下の方に針を通して、糸を通しておきます。で、今針を入れたところと同じ場所にもう一度通しておきます。で、次は、この隣ですね。隣の細編みの頭に上から針を入れて、今度は向こう側の細編みの頭、ここですね。ここですね。ここの頭の方の下から針を入れて、このように。そしたら今度はここに糸を通します。そしてまた同じところに糸を通します。同じ場所に2回ずつ糸を通して閉じていこうと思います。で、次は、ここの隣ですね。隣の細編みの頭。ここですね。ここの細編みの頭。今、ここが中心なので、ここの隣、ここの隣ですね。この頭に針を入れて、1回、2回、もう一度同じ場所に入れていきます。
では今度は中心に来たので、ちょっとここは外しておきます。では隣と、また同じく隣ですね。ここに、1回、2回。この時ですね、ちょっと後ろの方にくっついたりとかして、ここがきちんと空いてることを確認しながら閉じていってください。で今このように、ここに2回、2回、2回と閉じていってます。で、あとはもう同じように、今、こうですね、ここに、次が、で、次はここの6番目、こっちが最後のところですね。ここが今度は最後のところになります。ここに針を入れて、同じく隣ですね。もうマーカーは外しておきます。で、ここまで閉じたら今度は反対の方にしていきます。次はここと隣を合わせていきます。まずここですね。ここに針を通したら、マーカーを外して、今度はこっち側ですね。これで一周つながりました。で、ちょっと全部チェックしておきますね。ここで、綺麗に、ここが綺麗にですね、ちゃんと2本で繋がってるので、あと、ここの内側も、このように、ちゃんとついているので、これで大丈夫です。
では、あとはこの糸を糸始末をしておくので、少し何箇所かですね、すくっていきますが、これをちょっと裏の方に、この針を裏に持っていきたいので、この裏の方に針を出していきます。そしたらあとはもう同じですね。今までと同じで、いくつか数箇所すくって糸始末をしていきます。それではこれでバッグ本体は完成です。あとはこういったパーツですね。こういったのをちょっとつけていこうかなと思います。いる場所はもうちょうど中心ですね。それではこれで完成です。